日常の些細なことを大切にする姿勢は持っていますか？小さなことにも心を配り、大事なことには心を熱くせよ。徳川家康。皆さん、こんにちは、こんばんは。江戸時代を築いた偉大な政治家であり、戦国時代を生き抜いた武将、徳川家康の言霊を紹介していきます。徳川家康は、戦国時代を生き抜き、天下を平定した偉大な人物として知られています。この名言には、日々の小さな努力を積み重ねることで、大事な場面で全力を尽くせる力が生まれるという教えが込められています。現代の私たちにとっても、日常の中で小さなことをおろそかにせず取り組む大切さを教えてくれる言葉です。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まず徳川家康のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。徳川家康さんの言霊を学べるということで、とても楽しみにしてきました。名言42選の動画もあるので、そちらもぜひご覧ください。さて、まずは徳川家康、幼少期のエピソードから話していこう。ハミルさん、彼の幼名って知ってる？知らないです。どんな名前だったんですか？彼の幼名は竹千代だよ。1543年、松平家に生まれた竹千代は、三河の国、現在の愛知県岡崎市で幼少期を過ごしたんだ。でも彼の少年時代は、すごく波乱万丈だったんだよ。波乱万丈？何があったんですか？竹千代は幼い頃に父と母が別れ、8歳の時に駿河の国、現在の静岡県に人質として送られることになったんだ。これは当時の外交政策の一環だったんだ。家族と離れて生活するのは、きっと相当辛かったと思うよ。駿河の国での生活では、家族や故郷を離れた寂しさに加え、敵対する勢力の中で常に緊張感を持って生きなければならなかったんだ。小さい頃にそんな経験をするなんて、それが家康にどんな影響を与えたんでしょう？忍耐力や計画性の礎を築いたと言われているね。辛い環境でも感情的にならず、冷静に状況を見極める力が磨かれたんだ。幼い竹千代が家族や故郷を離れて新しい環境でどんな思いを抱えていたか、少し想像してみてほしいな。幼少期から厳しい経験をしてきた家康だけど、戦国時代をどうやって生き抜いたんですか？家康が本格的に歴史の舞台に出てくるのは、織田信長との同盟を結んだ時だね。特に三河を統一して勢力を拡大した彼の行動力が大きかった。その後、信長と協力して桶狭間の戦いや三方ヶ原の戦いを経て、戦国の荒波を乗り越える力を養ったんだ。織田信長とは仲が良かったんですか？信長とは良好な関係を築いていたよ。信長の合理的な戦略と家康の忍耐強い性格が補い合い、強力な同盟関係を築いたんだ。ただ、信長が本能寺の変で命を落とすと、家康の立場は一気に変わり、豊臣秀吉との激しい争いが始まったんだ。秀吉とはどんな争いをしたんですか？秀吉が天下を掌握した後、家康は一時的に従ったけれど、内心では独立の道を模索していたんだ。そして秀吉の死後に起きた関ヶ原の戦いでは、石田三成率いる西軍を破り、ついに天下統一を果たしたんだよ。戦国の荒波を乗り越えて天下を取るなんて本当にすごいですね。そうだね。家康の成功は彼の忍耐力と冷静な判断力、そして時代の流れを読む力があったからこそ実現したんだよ。戦乱の時代を生き抜く彼の姿勢は、今の私たちにもたくさんの学びを与えてくれるね。家康が最後にした大仕事って、やっぱり江戸幕府を作ったことですよね。その通り。関ヶ原の戦いで勝利を収めた家康は、1603年に征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いたんだ。この幕府は260年以上も続く長期政権になったんだよ。
戦国時代の混乱を終わらせ、平和な時代を築いた家康の功績は計り知れないね。260年も続くって安定した政治を作るのがどれだけ大変だったか想像もつかないです。家康が定めた法令や制度がその基盤を作ったんだ。特に参勤交代や封建制度を活用し、全国の大名たちを巧みに管理したことが政権の安定に大きく貢献したんだよ。それに加えて経済の発展や治安維持を目指して政策を整備し、庶民にも平和の恩恵が行き渡る仕組みを築いたんだ。小さなことにも心を配り、大事なことには心を熱くせよという彼の言葉は、彼自身の政治哲学をよく表していると思うよ。その言葉が江戸時代の長い平和につながったんですね。そうだね。家康の哲学は政治だけでなく人々の生き方にも影響を与え、今なお多くの教訓を与えてくれるんだ。江戸幕府が成し遂げた平和と繁栄は彼の信念と努力の賜物だと言えるね。小さなことにも心を配り、大事なことには心を熱くせよってすごく深い言葉ですよね。この言葉はどんな時代背景から生まれたんですか？この言葉の背景にあるのは、家康が生きた戦国時代の厳しい環境だよ。当時は一寸先もわからない混乱の中で、細かな注意や慎重さが命を守るために不可欠だったんだ。敵の策略や裏切り、予期せぬ状況変化が日常茶飯事の時代だったからこそ、どんな小さなことにも目を配る力が必要だったんだよ。確かに戦国時代では小さなミスが命取りになりそうですね。その通り、家康は細かな情報や人の動きに注意を払いながら、いざという時に大きな決断を下すというバランス感覚を磨いたんだ。例えば関ヶ原の戦いの前には味方の忠誠を確かめ、敵の動向を徹底的に把握することで勝利を引き寄せたんだよ。この哲学は彼の成功を支えるだけでなく、後の江戸幕府の安定にもつながったんだ。家康がこの名言を実践した具体例ってあるんですか？たくさんあるよ。例えば江戸幕府を作る過程での人材育成がその一つだね。家康は部下一人一人の性格や得意分野をよく理解して、それぞれに合った役割を与えていたんだ。例えば外交に優れた井伊直政や経済管理に秀でた本田正信など、適材適所の配置が江戸幕府の安定につながったんだよ。それってすごいリーダーシップですね。さらに関ヶ原の戦いでは、細かな準備と情報収集を怠らず、決戦の場で思い切った戦略を実行したんだ。事前に敵方の陣営を見極め、味方への働きかけを徹底することで合戦の流れを有利に運んだんだよ。小さなことを見逃さない姿勢と大きな場面での熱意が結びついて大勝利を手にしたんだ。その両方ができるなんて家康の凄さがよくわかりますね。そうだね。家康の行動は名言そのものが形となった実例だよ。日々の積み重ねと大胆な決断が彼の偉業を支える基盤となったんだ。この名言って現代の私たちにも当てはまることがありそうですね。もちろんだよ。この言葉が伝えるのは、日々の些細なことをおろそかにせず、目の前のやるべきことを丁寧にこなす大切さだね。例えば日常のルーティンをきちんと守ることや、些細な約束をしっかり果たすこともその一つだよ。そしていざ大事な場面では全力で取り組む姿勢が未来を切り開くんだ。小さな努力を続けながら大きなチャンスに向かって準備することが大事なんですね。その通り、家康の言葉はどんな時代でも通じる普遍的な教えなんだ。日々の積み重ねがいざという時の力になるんだよね。例えばスポーツや仕事でも地道な準備が本番の成功を支えることを思い出してみてほしいな。私ももっと小さなことを大事にして大きな目標に向かって頑張ろうって思いました。例えば勉強や趣味でも一つ一つ丁寧に取り組むことが大事だと気づきました。もっと自分に取り入れるためにも具体的なテーマでディスカッションしたいです。それでは話を進めやすいようにディスカッションテーマを決めてみよう。
日常の習慣を見直す。毎日の小さな行動を意識的に改善することで大きな変化を生む力を養う。仕事や学業での集中力向上。些細なタスクをきちんと片付けることでより大きな目標に集中できる。夢や目標の実現に向けたアプローチ。短期目標と長期目標を分けて計画を立てる。話したいなと思うテーマを選んでね。仕事や学業での集中力向上を選びます。小さなことにも心を配り、大事なことには心を熱くせよって、集中力を上げるヒントにもなりそうですよね。具体的にはどういうことをすればいいんでしょう？いい質問だね。この言葉から学べる最初のポイントは、日常の小さなタスクを丁寧にこなすことだよ。具体的にはどんなことですか？例えば、勉強や仕事で今日やるべきことを一つ一つリスト化してみることだね。そしてそれを一つ終えるたびに自分を褒める。小さな成功体験を積み重ねるとやる気が持続して大きな目標にも集中しやすくなるんだ。まさに小さな成功を積み重ねるってことですね。これならできそうな気がします。家康さんのように準備や計画をしっかり立てるって集中力にも影響がありますか？もちろん、家康が大きな勝負に挑むとき、必ず細かい準備を怠らなかったように、計画を立てることで心に余裕が生まれ、集中力が高まるんだ。何事も計画を立てることで、見通しが良くなり、作業への取り組みやすさが変わってくるよ。計画を立てるのって少し面倒な気もしますけど、具体的にどうやるのがいいんでしょう？おすすめなのは、時間を区切ってタスクを処理するポモドーロテクニックみたいな方法だね。25分集中して作業し、5分休憩する。このサイクルを繰り返すことで集中が切れにくくなるんだよ。短い時間で区切ることで終わりが見える安心感が生まれ、自然と取り組みやすくなるんだ。なるほど。短い時間で区切ることで集中しやすくなるんですね。家康さんの言葉で大事なことには心を熱くせよってありますけど、熱意を持つことで集中力も上がるんですか？その通りだよ。人間は自分が心から大事だと思うことに対してより高い集中力を発揮するんだ。だからまずは自分にとって何が大切かを見極めることが重要だね。目標が明確であればあるほど自然と熱意と集中力が湧いてくるんだよ。でも毎回そんなに熱意を持てるか不安です。大丈夫。熱意が湧かないときはその目標を達成した時の自分を想像してみるといいよ。これが終われば成長できる。いや、これが成功すれば新しい道が開けるって考えると不思議とやる気が出てくるものなんだ。未来の自分をイメージするのは意外と簡単な集中力アップの方法だよ。未来の自分を想像することで集中力が上がるんですね。試してみます。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。日常の些細なことを大切にする姿勢は持っていますか？徳川家康の言霊、小さなことにも心を配り、大事なことには心を熱くせよには、日常の小さな努力と大きな目標に向けた情熱の大切さが込められていましたね。私たちも小さなことをおろそかにせず、日々の積み重ねを大切にしていけば、きっと未来の自分につながるはずです。それは家康が戦乱の時代を乗り越え、平和な江戸時代を築いたように、私たち一人一人の努力が未来を変える力になるということです。今回の動画では家康の人生から名言が生まれた背景、そしてその言葉を現代にどう生かすかを考えました。少しでも皆さんのヒントになっていれば嬉しいです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で名言や感想について
やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。